こんにちは、マンガミです。今回はビビン冷麺にチャレンジしていきたいと思います。先日、韓国料理屋さんに行く機会がありまして、夏ということもあって、ビビン冷麺がね、限定メニューで販売されていたんですよ。私ね、冷やし中華みたいな冷たい麺がね、結構好きなので、これは頼むしかないなと思って食べてみたんですけど、それがね、めちゃめちゃ美味しくてですね、ぜひお家でも作ってみたいというところでね、今回チャレンジさせてもらっている形となります。で、麺はね、こちらを使えます。フルール冷麺。この麺を扱っている会社が農心さん。辛ラーメンとかも販売されている会社さんですね。材料が揃ったのでトッピングしていって、卵も乗せて、仕上げにね、いりごまとごま油をかけてビビン冷麺の完成となります。はい、というわけで料理が完成しましたので、こちら食べていきたいと思います。いただきます。いや、ちょっとめっちゃ美味しそうですね。これはやばい。とりあえずもう割っちゃいますか？先に割っちゃおうと思います。はい。うわー。めっちゃ美味しそう。じゃあいただきます。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。やばい。めっちゃ美味しい。うますぎる。麺だけでもね、付属のコチュジャンベースのタレを絡めているので、旨味がね、まとわりついてるんですよ。そこにですね、さらに自分で作ったタレを絡めた鶏胸肉のほぐし。これをね、一緒に口に駆け込んだ時の旨味の爆発。めちゃめちゃ美味しいですね。コチュジャンね、めっちゃ入れたんで、めっちゃ辛いかなと思ったんですけど、砂糖もね、一緒に入れてるんで、バランスがね、めっちゃ良くなってる。このね、旨味爆発してるところに、きゅうり、あっさりさを添えて、重たくなりすぎないようにしてくれてるところが、最高にいい働きをしてますね。これやばいな、めっちゃ美味しいな。ごまとごま油の香ばしい風味も抜群に効いてます。以前ね、企画でビビンバを作った時に、ごま油入れるの忘れちゃったんですよ。その時にね、韓国の皆さんが、ごま油忘れてます、ごま油入れてくださいってコメントでめっちゃ教えてくださって、次ね、こういう系の料理作る時は絶対にね、入れるの忘れないようにしようって思ってたんですよ。皆さんがね、入れてくださいっておっしゃってた理由がよくわかりました。これね、あるのとないのとで全然違いますね。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。発見かも。この美味しい鶴橋キムチ、一緒にね、追加して食べてみたんですけど、キムチの酸味を摂取した後に、ビビン麺もう一回食べてみると、口の中がね、リセットされてます。一口目に感じた旨味をもう一度味わうことができる。これはね、いいアクセントになってます。残りね、少なくなってきたんで、最後にね、酢を足して食べてみようと思います。このね、酢を入れてる容器、セリアで買ってきたんですけど、なんかお店とかによく置いてありそうですよね。これいいなと思って買ってきました。じゃあちょっとかけてみます。いただきます。美味しい。これはね、やばいです。この辛味で若干尖ってた部分、酢のおかげでめちゃくちゃね、マイルドになってる。辛いのが苦手な方は、このお酢をね、入れて食べてみると結構ね、ハードルが下がるんじゃないかなって思いますね。あと、単純に味変要素としてもめちゃめちゃ優秀なので、辛いのが好きな人でも、ちょっとね、別の味楽しみたいなって時に入れると、最高に美味しいと思います。いやーもう本当に美味しかった。ごちそうさまでした。というわけで、ビビン麺を作って食べていきましたが、いかがでしたでしょうか？めちゃめちゃ美味しかったですね。ビビン麺ね、昔、母親がよく作ってくれてたんですよ。麺はね、今回使ったような麺じゃなくて、そうめんで代用してよく作ってくれてたんですけど、当時ね、辛いのがまだあんまり得意じゃなくって、旨味とかはね、めちゃめちゃ感じてたんですけど、あまりにも辛くて、いろんな楽しみ方をするっていうところまでいけてなかったんですよ。で、辛いのもね、ある程度食べられるようになってきて、で、自分でいろんな韓国料理作るようになって、その上でビビン麺を作って食べるっていう過程を経ると、もう数段階楽しんで美味しくね、食べることができました。ビビン麺ね、これを入れても美味しいよっていうようなおすすめの具材もしございましたら、ぜひね、コメントなどで教えていただけますと嬉しいです。というわけで、本日も最後まで見てくださいまして、どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。